皆さんこんにちは、スノノモケマナです。今回はアクリル絵の具を使ってイラストを完成させるまでのプロセスを解説していきます。この動画はアクリル絵の具でイラストを描いてみたい人や、普段はデジタルで絵を描いている方でアナログでも描いてみたいけど、どうやって描き進めればよいかわからないと悩んでいる人におすすめです。アクリル絵の具でイラストを始めるための画材については概要欄に貼られている前回の動画をご覧ください。それでは実際にアクリル絵の具でイラストを完成させるまでのプロセスを解説します。最初に絵のラフ画を描きます。ラフ画とは絵の完成イメージを描いたものになります。このラフ画は実際にアクリル絵の具で描く紙ではなく別の紙に描きましょう。僕の場合はラフはデジタル上で描いています。ラフ画の段階で最終的な色合いも決めておきましょう。アナログ画は一度間違えると書き直しに時間と手間がかかるため、ラフで納得がいくまでイメージを決めておくことが重要です。ここで修正をしながら時間をかけて書くと、アナログで書くときの完成度が上がります。ラフ画ができたら実際に各紙にトレースをします。僕はデジタルで書いたものを印刷して、それにチョコペーパーを間に敷いてボールペンでなぞってトレースをしています。まずは形に沿って大まかに色を塗り分けます。この時は水を多めにして雰囲気をつかみながら描いています。後で上から色を薄くかけて絵の雰囲気を整えるため、この段階ではしっかりと形を塗り分けることを意識しましょう。今回はホワイトワトソン水彩紙を使用しているので、下塗りは少し水を多めにして水彩風に塗っています。アクリル絵の具は使う紙や絵の具に混ぜる水の量で水彩風や油絵風などいろんな雰囲気の絵を描くことができます。
ここでジェスを使って背景にボコボコとしたテクスチャーを作ります。まずはトレーシングペーパーを人物の上に敷いて保護をします。ジェスを絵皿に出してそれをスポンジにつけてスタンプを押すように置きながらスポンジの跡をつけています。ジェスはなかなか乾きづらいのでしっかり乾かせて人物を汚してしまわないように注意しましょう。ジェストが乾いたところで全体にグレーズをしていきます。グレーズとは薄く溶いた絵の具を全体にかけて絵全体に統一感を出させる絵画技法です。グレーズをするときはアクリルガッシュだと不透明で下の色が潰れてしまうため、アクリルの方が半透明で適度に透けておすすめです。この絵ではアクリルを多めの水で溶いて、それを平筆で人物全体にかけています。人物と背景で分けてグレーズを行う場合はマスキングテープで保護をしましょう。この時のコツは水でシャバシャバに溶いたアクリルを下の色が消えるか消えないかギリギリのところまで絵の具で大胆に塗り重ねることです。グレーズが1層で納得がいかなかった場合は2層目を塗ることをお勧めします。2層目を塗るときはアクリル絵の具の透明度を上げて1層目の色を透けさせるためジェルメディウムを混ぜています。アクリルガッシュの場合もジェルメディウムを絵皿で混ぜ合わせることで絵の具を半透明にすることができるのでグレーズに使用することができます。人物のシルエットに沿ってマスキングテープをデザインカッターで切り取っています。この時の注意点は、紙を傷つけないためにカッターの刃は新品を使用して力を入れずに上から軽くなぞるように切りましょう。グレーズをしたことで絵の全体の雰囲気が決まってきました。ここで雰囲気を保ちながら細部を書き込んでいきます。この時はアクリルとアクリルガッシュを併用して書いています。アクリルは艶があり発色がいいですが筆が乗りづらく、アクリルガッシュは筆運びが滑らかですがマットで発色が落ちます。そのため両方を適度に混ぜ合わせることで書きやすく発色も良い色が作れます。この時は面相筆や細い丸筆などを使用して少しずつ書き進めながら仕上げていきます。塗るというよりはペン先で書いているようなイメージでタッチをつけながら書き進めましょう。
完成間近になりました。たまにスマホなどで撮影をして絵全体の色味や絵の雰囲気の確認をしましょう。アナログは近くで描くため色のバランスが崩れがちになります。その都度全体の印象を確認して微調整をしながら完成させましょう。いかがだったでしょうか。今回はアクリル絵の具でイラストを描くための方法を解説しました。もしこの動画を見てわからないことがありましたらコメントをしていただけると助かります。この動画が面白かったなと良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録並びに高評価をしていただけると嬉しいです。これからも皆さんのお役に立てる動画を上げていきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。